じゃあ次、基本構文いきましょう。目次はこれですね。変数、定数、演算子、制御構文の、4つになります。まず、変数について、ちょっと説明していこうかなと思います。変数説明する前にですね、この、コンピューターサイエンスの復習というか、コンピューターとはみたいな、コンピューターの構成とはみたいな、ものですけど、変数というのはメモリ上に、保存されているものなので、パソコン急に壊したりとか、なんだろう、電源切ったりとかすると、メモリ上に載っているデータはですね、全部揮発性なんで飛んじゃいますと。パソコンぶっ壊したらですね、ハードディスクとかもぶっ壊れると思うので、あれなんですけど、変数はメモリ上で管理されている値を保持する領域のことだと思ってください。で、識別し、要するに変数名ですね。で、識別されますと。で、処理中に一時的に状態というか値を保存していくために必要になります。で、メモリ上にあるものなのでマシンが止まると消えます。プログラムが実行が終わると消えるので、結果残したい場合はファイルとか外部記憶装置上で管理される領域や、あとは画面に出したりとかプリンターに出力したりとかして、データを吐き出しておく必要はありますと。で、下に書いてあるやつはメモリーマップと呼ばれるやつで、プログラミング言語を学ぶ際に仮想的にメモリの状態、変数の状態を表すようなものになります。ホゲという変数に100が入っているとか、フガという変数に true が入っている、ピオという変数に文字列のピオが入っているみたいな感じで、書くことが多いですと。フォーワード上のスライドでも、そうやって書いてるものが多いです。あとはメモリ上のどこに格納されたかみたいな番地が書いてある場合もあります。はい、変数と型について。変数とは、まず型について、型はどういうものかというと、そのデータがどういう種類の値かというものを表すものですと。で、例えば整数、不動小数点数、新義値、文字列、あとは自分で作ることも可能です。これはユーザー定義型と呼ばれるやつですね。自分が作るだけじゃなくて人が作ったのも全部ユーザー定義型ですね。で、変数の型、その変数にどういった種類の値が入っているのかというものを表したものになります。で、この型の、検証を行う、とある変数にとある型の値が入っている状態とか入れようとするプログラムがあった場合に、それが本当に大丈夫かどうかっていうのを、検証する、段階が、2種類あって、動的片付け言語と静的片付け言語の2種類あります。動的片付け言語、動的っていうのはプログラムを実行するとか実行した時にという意味なので、型の検証、この変数にこの型の値が入れれるかとか、この型とこの型の値とこの型の値は同時に演算ができますかみたいなことを調べるのが、実行時に行われるよっていうのが動的片付け言語ですと。基本的には変数自体に型がなくてですね、値に型はあるけど変数に型がないという場合が多いですと。で、静的片付け言語、これはコンパイル時に型の検証を行う言語になっていて、静的というのはコンパイル時とか、実行せずにとかいう意味になります。で、変数に型があって、型が違うと代入できなかったりとか、型の検証が厳しかったりとかします。で、Go の、静的片付け、Go の、静的片付けっていうのはどうなってるかっていうと、静的片付け言語の場合は実行の前に型の不一致が検出できるので、コンパイルさえ通れば、型の不一致というのは起きませんと。で、型の不一致のバグっていうのは非常に見つけづらい問題なので、これは1個アドバンテージかなと思いますと。で、あとは、Go は、特になんですけど、曖昧なものはエラーにするという特徴があるので、暗黙の型変換みたいなのはほぼやらないですと。例えば JavaScript の場合、1プラス、文字列の2ってした場合に、これが3になるのか、1、2という文字列になるのか、どっちなんだろうと思うかもしれないですけど、こういうどっちだろうみたいなやつは大体バグというかコンパイルエラーになります。あとは、不動小数点数の整数と整数の、変数の演算とかは、
非常に見つけづらいバグですけど、これも暗黙の型変換をして演算とかしないので、エラーになります。ただ、型がある言語っていうのはなんかすごくいっぱいイントイントイントって書かないといけないかっていうと、そういうわけではなくてですね、値から、型が推論できる場合、型推論ができる場合は明示的に型を書く必要がない場合が多いです。じゃあここで変数の定義の方法をちょっと見ていきましょうと。変数の定義はですね、こんな感じで、いけますと。基本的に、この一番最後のやつ以外は、n に100を入れて定義するみたいな、そういった感じで書かれています。Go の定義っていうものは必ず、何を定義するかというキーワードから始まります。キーワードっていうのは変数名とか関数名にできない、文字列の塊のことです。文字列の塊っておかしいですね。文字列のことです。例えば bar っていうのはバリアブル、変数の略になります。なので、今から変数を定義した場合は bar というキーワードから始めます。これが関数の場合はファンクみたいなやつで始めます。なのでバーってきたら変数の定義が始まるんだなという感じになっています。で、大体このキーワードの後ろは、識別詞が来ます。名前ですね。名前が来て、その後ろに大体型が来ます。なので n という変数を、イント型で定義しますよという意味になります。で、さらに変数定義の場合はイコールを挟んで、右辺を設けることができます。そうすると、n に100を代入して、イント型の変数を定義しますよという形になります。で、これを2行に分けることもできて、n の定義と、n に100を入れるということができますと。ちなみにこの右辺の100という値から、n の型を推論することができるので、いちいちイントって書く必要もないですと。さらに、関数内であれば、さらに省略ができて n コロンイコール100って書くと、このバー n イントイコール100と書いたのと一緒になります。またこの変数の定義はですね、丸括弧でまとめることができます。基本的に Go の定義はですね、大体丸括弧でまとめられます。はい。じゃあ次、組み込み型ですね。組み込み型って、組み込みって言ってるのは最初から使えるよという意味なので、何もせずにいきなり使える型になります。大きく分けて整数、不動小数点数、複素数、文字列、新義値、エラーになります。整数についてはいろいろあります。質問が来てますね。なぜバーの省略形を関数内でしか使えないのでしょうかと。これはおそらく、コンパイラの、その解析のしやすさだと思うんですけど、トップレベル、ファイルのトップレベル、要するにファイルの左端にぴったりついているような定義っていうのは、そのキーワードで基本的に始める必要がありますと。なので省略ができないという形ですね。よく見ると、そうなってます。例えばこれもキーワードだし、これもキーワードだし、これもキーワードで、これもキーワードにならなきゃダメですよと。全部キーワードですね、この先頭が。そういう、ルールがあるので、これはおそらくコンパイラーの都合だと思います。コンパイラーの都合って言ってます。解析可能とか解析不可能か、解析に時間かかるというので文法というのが決まってますので、おそらく、解析ができないまたは解析はできるけど、辛いみたいな、そういう感じですね。自然言語みたいになんか意味が通じれば別にいいだろうみたいな文法ではプログラミング言語はないので、結構かっちり決めないと、難しいというのもありますね。で、ちょっと話を戻しますと、整数に関しては、イント型、イント8、イント16、イント32、イント64みたいな形でイントの後ろに、数字が書いてあるものと書いてないものがあります。で、書いてないものに関しては、書いてるものに関してはイント8だと8ビットを使ってイント型整数を表しますよという感じになります。8ビット、16ビット、32ビット、64ビットって感じですね。で、
イントにすると、これはアーキテクチャにありますよと。32ビットマシンだったら32だし、64ビットマシンだったら64みたいな形ですね。で、イントの前に U がついているのはアンサインドの略の U ですと。なので、アンサインドというのは、負の数がないよと。例えば8ビットを表すのに、8ビット丸々整数の正の数を使えるのか、半分が、マイナスの値に持っていかれるのかによって、こう扱える範囲が違うと思うんですけど、そういったものが、関係しています。なので U イント8の方が、扱える数の最大値はイント8よりかでかいです。で、まあそれがまあ U イント、U イント8、U イント16、32、64という形で、まあ、同じようにこれに全部 U をつけた形で存在します。あとはそれ以外に U イント PTR というのは、これはまあほぼほぼ最初のうちは使わないと思います。ポインターを扱うやつです。まあ、ポインターを扱う中でもさらにポインターの加算とか減算するために使う必殺技みたいな方ですと。あとバイトっていうのは、イント8のエイリアスで、ルーンは、これはですね、ユニコードの、1コードポイントを表します。1コードポイントっていうのは何なのかというと、まあ、ざっくり言うともう1文字ですね。で、厳密には1コードポイントイコール1文字じゃなくて、3コードポイントで、1文字を表す場合もあるので、一概には言えないですけど、だいたい1文字と思ってください。多くの場合1文字です。もし、厳密に文字の数を数えたいという場合は、ルーンの、長さとかを測るとですね、ダメです。はい。で、あとは不動小数点数。これは、小数点を含むような数ですね。不動小数点で表された数になります。こいつらについては、この不動小数点数というのは非常に精度というものが重要になってくるので、なんかとあるマシンで32、とあるマシンで64みたいな状況っていうのは非常に危ないので、1.0が出る前は実はフロートっていう方があったんですけど、1.0になった段階でなくなりました。なので32と64だけになっています。で、同じような感じで複素数と、複素数ってまあなんか、なんて説明し、数学で習いましたよね。習ってない人もいるかもしれないですけど、虚数のあるやつですと。なんか実数プラスなんとか i みたいな、そういったやつですね。虚数部と実数部を持つような、数値になっていますと。なので、これはなんか実数部と虚数部がそれぞれフロート32で表せられるやつをコンプレックス64、実数部虚数部がそれぞれフロート64のやつがコンプレックス128っていう感じになっています。ほぼほぼそんなに使わないですね。なぜ複素数があるのかちょっとよく分かってません。あとは文字列を表すストリングだったり、あと真偽値、トゥルーとかフォルスを表すブール、言語によってはブーリアンと言われるやつですね。で、あとは、この、上の、5種類のやつ、ちょっと違うのがこのエラーってやつですね。これは、実行時エラーを表すものですと。プログラムを実行してなんか間違ったよっていう時に使う、型になっています。はい。では変数のゼロ値と、これは非常に重要な情報なので、ちょっと、注意して聞いていてほしいんですけど、項の変数はですね、明示的な初期化をしなくてもですね、必ずゼロ値という値で初期化されます。ゼロ値って言ってるのは何なのかというと、おおよそゼロとその型によって大体ゼロと同じような概念になっている値っていう意味でゼロ値と言っています。型によって違いますね。が設定されます。要するに変数を定義しただけで、例えばイント型の変数を定義したらその変数の値は、デフォルトでは0になっています。でフロート6はもう0になっています。でストリングの場合は空文字、ブーリアンの場合はフォルスと。でエラーの場合はニルになっています。ニルっていうのは何もないよみたいな状態を表すものですね。で、このゼロ値の概念っていうのはこの組み込み型の場合はそんなになんかそうなのねぐらいな感じなんですけど、これがもうちょっと複雑な型とかになると、いきなり変数を定義しただけ
そのまま使えるというのは非常に、便利なものになりますので、ちゃんとこうしっかり、あ、そうなんだと思ってもらえると。簡単な例でいくと、例えばよく皆さん多分こう書いて、例えば1から10までの、まあ、1から10までの、整数の合計を求めてくださいみたいなものがあったときに、こうやって書いて、でこう書いて、なんか55みたいな、のをやると思うんですけど、このサムですけど、別にこう書いてもいいわけですね。この段階で0に初期化されてますので、別にそのまま使いますと。途中の状態を見ていきましょうか。プリントエラーをタイプしてますね。はい、0ですね。はい、これもすごい便利ですし、あとは、フラグとか、これもいちいち、フォルスって入れなくてもいいですし、ちょっとまた後でやりますけど、例えばフラグスとかやって、マップにして、イントにしてみたいな、フラグをやる場合もいちいち全部の値に対してフォルスを入れていくとか、そんなことやらなくて大丈夫です。なのでゼロ値があるというのは非常に便利です。細かな話はこのキータの記事に書いてますので、興味があれば読んでくださいと。